皆さんこんにちは。ご視聴ありがとうございます。じゃじゃん。新しい MacBook を購入しました。買ったのは M2 チップを搭載した MacBook Air です。今までですね、メインで使ってたのが、このモニターの下にあるんですけど、2017年の13インチ MacBook Pro、インテルのものですけれども、もうかれこれこれを5年ぐらい使ってて、もう遅い遅いともう結構前から言ってて、もう限界だったので、MacBook を買い替えたというような感じです。この、今まで使ってた PC についても紹介したいところなんですが、後日、この PC との比較動画的なものを撮影する予定なので、そちらで紹介しようと思います。で、この M2MacBook Air を選んだ理由なんですけど、奮発して14インチとか16インチの MacBook Pro を買うか、今、ラインナップの中で一番安い M1 チップ搭載の MacBook Air とかですね、これも全然ね、十分使える、ものなので、こういうものを選ぶのもいいのかなと思ってたんですけれども、今回ヨドバシカメラにて購入させていただいたんですけれども、店員の方ともう結構小1時間かなり長く話しまして、僕の用途だとですね、14インチ16インチ MacBook Pro は必要ないかなっていうのを話してたりして、やっぱり持ち運びが多いから、やっぱりその重いとかっていうのもね言われたんですよ。なので14インチ16インチ MacBook Pro は選択肢から外して、あとずっと考えてた M1 に関してなんですけれども、やっぱりその Apple の、ヨドバシの中の Apple のブースの店員と話したところ、M1 も十分ね使えるマシンではあるんだけど、やっぱり M2 の方が性能いいことには間違いないんですよね。 M1 よりも性能が上だし、この M2 の MacBook Air だと Apple の、新しい方のデザインですね。去年か一昨年あたりに、M1 Pro とかの MacBook Pro が出て、あれがもうデザインがもうフルモデルチェンジ的な感じでデザインが変わったじゃないですか。そのデザインがこの M2 の MacBook Air には採用されていて、今後 MacBook もねこのデザインになっていくと思うので、やっぱり新しいデザインの MacBook 持っといた方がいいのかなと思って M2 を選ぶ、それも一つの理由になりました。最初は M1 の MacBook Air、もともと 8GB のメモリのものを 16GB にカスタマイズして購入しようかなと考えてたんですけれども、それも店員と話した結果、同じ3万円払うんであれば、この M2 を選んだ方がいいと。メモリーをカスタマイズするのと M1 から M2 にグレードアップというか、この M1 と M2 の MacBook Air の価格差もだいたい3万円くらいなので、同じ3万円払うんだったらこちら買った方が性能がいいということだったので、こちらを購入しました。僕のね普段見ている YouTuber の方とかでも、M1 から M2 に乗り換えて、劇的ではないものの確実に M1 よりサクサク動くみたいな感じで、 M1 も本当に革新的なチップだったんですけど、それよりもサクサク動くし、人によってはもう本当にね14インチ16インチ MacBook Pro とあんまり変わらないって言ってるね方もねいまして、結構動画編集とかやってても違いそんな分かんない上に、こっちの方がバッテリー持ちいいし軽いし安いし、絶対こっち選ぶべきだって言ってる方が結構ね多かったので、改めてね、まだ触ってないですけれども、買って正解だったのかなとは思っております。いや、どんだけ性能が高いのかもう今からめちゃくちゃ楽しみです。もう本当にこの PC も遅くて、もう日常生活の中の一番のストレスがこいつだっていうくらい、もうストレスがもうかかってたんで、これに乗り換えたらもうどんだけこう QOL が上がるのかというようなね、ことを考えながらすごいワクワクしてるんですけど、早速開封していきたいと思います。はい、ということでパッケージなんですけど、Apple 製品のパッケージ、いくつも見てるし、何回も開封してるんですが、この感動は薄れませんね。なんかこのシンプルなのに、この Apple 製品のパッケージなんか独特のこう感動をもたらしてくれる感じがあって、めちゃくちゃ好きです。ガジェット好きな人で嫌いな人はいないと思いますが、Apple のパッケージやっぱりかっこいいですよね。で、こんな感じで MacBook Air の、
側面からの、イラストというか写真が載ってますね。まあ、Apple のね、MacBook の新しいデザインが採用されてるんで、なんかかなり思ったより、多分これ実寸大だと思いますけど、かなり薄いなっていう感じはしますね。で、色はシルバーを選びましたね。はい、こんな感じで、まあ、細いんだけど、なんかインパクトがあるっていうイラストが載ってまして、で、下に MacBook Air と書いてありますね。上にも MacBook Air。で、側面には Apple のロゴ。反対側面も Apple のロゴ。で、背面には、いろいろ情報が書いてあります。まあ、見てお分かりの通り、ユニファイドメモリは 8GB、SSD は 256GB。何もいじってません。もう多分これで十分だなと思ってるんでね。はい、こんな感じでございます。ペリペリ。剥がしていっちゃいます。一度きりのペリペリ。おお、出てきた。いいですね。もうね、アップルは箱も製品の一部なんですよね。だからさっきのビニールで箱に傷がつかないように覆ってたっていう。だから箱はですね、この非光沢な感じ、傷一つしかない感じ。もうここから製品と言っても過言ではないんではないでしょうか。もう上に持ち上げると開いてしまいます。箱のデザイン見るんだったら、ペリペリ剥がしてからの方が見やすいかもしれないですね。この側面のMacBook Air の文字とかはビニールがない方がね見えやすいですね。ではいざ開封の儀でございます。いきなり出てくるのかな。おー、来ましたよ。なんか分厚くなった箱があれですね、SDGs のあれで梱包材がね、発泡スチロールとか使わなくなったから、箱がね、分厚くなってるんですかね。重厚感があっていいと思いますけど。来ました。おお、めっちゃいい。すごい。あ、シルバーにしてよかった。おお、すごいんだけど。なんか、全く別物、まあ別物なんだけど、別物感がすごい。今まで使ってた MacBook はスペースグレーだったんですね。でもね、今回シルバーにしてみました。シルバーの方が、やっぱり、なんか、ザ・アップル製品っていう感じするし、製品のディテールとかもシルバーの方が分かりやすいと思うんですよね。あと単純にこう最近の好みがね、ちょっと明るい色が好みで、この iPhone 13 Pro とかも、シルバーにしてるんで、まあそれと合わせるという意味もあって、シルバー、あとこれですね、マジックトラックパッドとかもシルバーなので、すげえ相性いいですね。当たり前だけどね。はい。で、なんかね、なんだろうな。やっぱりね、軽いですね。まあなんか M2MacBook Air 重いと言われているんですけど、今使ってる MacBook Pro と比べたら全然軽いですね。ちゃんと数値出したわけではないですけど、体感では、軽くはなってるなっていう感じがしますね。あと薄さがね、正直ね、薄さはあまり期待してなかった。でも、超薄い。なんか iPad なんじゃないかっていうくらいですね。薄いです。なんかね、やっぱデザインこっちにしてよかった。天板が、完全に、平らなんですね。以前ですね、この Apple のロゴに向かってちょっとね、山になってたんですよね。まあ、それはね、好きだったんですが、やっぱこっちの方が好みだな。なんか、より板状な感じがして、この板の中に、そんなハイスペックなチップとかが入ってるのかっていう、そういう、なんて言うんでしょうね、ロマンというかが、なんかこっちのデザインの方がありそうで、
すごいいいですね。薄いし、軽いから持ちやすいし、あとね、角のね、R がちょっとついてるんですよね。前のやつ尖ってたんだけど、だから持ちやすいし、携帯性もかなり前のやつより良くなってるんじゃないかなって思いますね。わあ、すごい。薄いのがね、ちょっとびっくりしました。実際触ってみて。こんな薄かったかなって。一応展示品とかは触ってますけど、こんな薄かったかなっていう。めっちゃいいですね。はい。で、一応付属品はこんな感じになってますね。デザインドバイアポ in California。これは説明書類ですかね。なんかこのね、パッケージのクオリティも、前からアップルね、業界トップクラスに良かったんだけど、さらに良くなってる気がする。で、MacBook Air。簡単な、取扱説明書というか、こういうものが入ってまして、はいはいはい。お、Apple ステッカー入ってます。シルバーの、これは大きい方なのか小さい方なのか分かりませんが、Apple ステッカー、シルバーのやつが2つ入っておりました。匂いとか嗅ぎたくなっちゃうんですよね。うん。めっちゃいいね。このなんか新しい、デバイス特有の匂いみたいなのあるじゃないですか、こう。あ、めっちゃいい。なんか、このね、ちょっとなんか接着剤っぽい匂いがするのがいいんですよね。新しいデバイス特有の匂い。で、これが 30W かなの AC アダプターです。前のやつはもうね、多分 65W だったかな。めちゃくちゃでかくて、豆腐ぐらいのサイズがあったんですよね。なんですが、めっちゃちっちゃい。っていうか、30W で充電できるっていうのがね、ありがたいですよね。もうなんか今までのアダプターをそのままちっちゃくしたような感じのやつですね。おお。もちろんタイプ C になってて、なんか Apple の刻印が前あったんだけど、今回はなくなってますね。で、今回はこれ、タイプ C to マグセーフ。今回ね、充電の形式が新しくなりまして、マグネットで、くっつくタイプの、コネクタになってますね。うん。ここの、一番、画面から見て左側のポート。ここにピタッとマグネットでくっつく独自規格のコネクターになってます。まあでもね、多分自分は使わないかな。タイプ C で充電するような気がしますが、はい、マグセーフケーブルですね。おお、なんか結構ずっしり感がありますね。長っ。何メートルぐらいあるんだろう。2メートルぐらいはあるかな。公式のページを見れば書いてあると思いますが、こちらがおなじみのタイプ C ですね。で、こちらがマグセーフになってますね。独自規格です。はい。で、この、ケーブルもファブリックの被膜がになってるんですね。ナイロンとかビニールではなくて。だからデザイン的にもいいし、耐久性もね、断線とかしにくいんですよ。ファブリックの方が。で、ケーブルもね、細くはない、細すぎてもね、心配なんですが、柔らかいですね。太さは、太いと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、柔らかい。うん、なんか、以前使ってた MacBook についてきた、サンダーボルトケーブルでしたっけね。それよりかなり柔らかくて、取り扱いはしやすいんじゃないかなって思いますね。柔らかいっていうことは断線したりとかもしにくいんじゃないかなって思います。お、パチッと。これがね、結構色変わるんですよね。こうね、なんて言うんでしょうね、まっすぐ引っ張ると取れなくて、上に持ち上げるようにすると取れるんですよね。だからマグネットでくっつくとはいえ、単純に引っ張っただけじゃ取れないっていう。意図的にこう上に持ち上げるように、しないと、この状態じゃ抜けなくて、上に持ち上げるとヒュッと。はあ、なるほど。ということで、では早速起動していきますか。これ開けたらいきなり起動するんですよね。オープン。おじゃーん、来ました。スピーカーとかもね、めちゃくちゃ良くなってるらしいんで、それも後で試したいですよね。おお、やっぱり、この、ノッチですね。この画面の上のノッチがあるから、かなりちょっとね、デザイン的には前のやつより変わってる感がありますね。
まあ、実際に画面も、13.6インチ、0.6インチ大きいんですよ。まあ、このノッチの部分の、この縦幅の分だけですね。まあ、わずか60ピクセルですけど、使ってるうちにですね、ちょっとどう感じるか、もうちょっとレビュー、するポイントなんですけど、まあ、なんかこのキワキワまでね、画面があるっていうのがね、MacBook 上のベゼルがね、ずっと太かったんですが、まあかなりね、スタイリッシュになってるなっていう感じはしますね。あとパッと見た感じは、これ、ファンクションキーですかね。これがね、この、アルファベットのキーと同じような大きさになってますね。前はハーフサイズだったんですけど。キーボードね、日本語配列ですね。本当は US にしたかったんだけど、納期が未定とか言われて怖かったので、日本語にしちゃいました。US 配列のね、MacBook 憧れてたんですけど、まあいいです、それは。ということで、じゃあ、早速セットアップをしていきます。なんかこの、押した感じもね、トラックパッド、ちょっと感覚が、これ動画で、お分かりいただけないかもしれないですが、はいはい、リターンキー。押した感覚が、前はなんか、もうちょっとこう、なんて言うんでしょうね、上品になってます。こっちの方がフィードバックというか、押し込んだ時に返ってくるバイブレーションがこっちの方がなんか上品になって、なんかこうカチッっていう感じの物理キーに近くなってますね。はいはいはい、続ける。なんか触覚が物理キーに近づいてる感じがしますね。前のやつはなんかもうちょっとぬぺっていう感じでこうねっちりした感じの、なんか、なんて言うんでしょうね。まあ、確実に進化してるなっていうところはありますね。はい。一応ですね、タイムマシンとか使わずに、まっさらな状態というか、から、もう一回設定し直したいと思います。データとかは外部ストレージに自分は置いてるんでね、まあ、前の Mac から移行はしないというか、まあ、大したデータを本体に置いてないんでね、移行はしません。いや、これキーボードめちゃくちゃ打ち心地がいい。そう、これだいぶ前の話も2020年とかの話ですけど、キーボードがですね、新しくなって、自分の使ってる2017年のモデルだと、もう本当にめちゃ薄のバタフライキーボードで、指先が痛くなるキーボードですね。インテルの頃の Mac は、もうペチペチみたいな、もう本当に机を叩いてるような感じの、で、もうこれがめちゃくちゃ不満で、さすがに Apple も改善されてくれたって話がもう3、4年前の話ですが、まあ、改善された後のキーボードは自分ね、初めて、まあ、店頭で触ったことはあったんですけど、改めて触ってみると、かなりやっぱりある程度キーボードっていうのはストロークがあった方がいいですね。めちゃくちゃ打ちやすいです。まあ、ここはね、進化したポイントというか、元に戻ったんですよね。これが普通なんですね。クラウドの設定、時間かかる。長っ。来た来た来た。新しい Mac として設定。で、タッチ ID ですよ、タッチ ID。これね、欲しかったって言っても、まあ今の Mac では完全に当たり前になってますが、自分の13インチ MacBook Pro、買った時代だとですね、なんだっけ、ここにファンクションのところがバーになってたんですよね、液晶画面の。あそこにこうタッチ ID があったんですが、自分はないモデルだったんですよ。普通にファンクションキーがついてるモデルだったんですが、今の現行の Mac には全てタッチ ID の、がついてるんですよね。なんで、前は一回一回パスコードを打たなきゃいけなかったんですが、今回は指一つでね、ポッとやれば開けられるっていう、もう今となっては当たり前かもしれないですけど、5年前の PC を使ってた身としてはだいぶこれありがたいんですよね。いずれかの指を
タッチ ID の上に置いてください。右手人差し指にしますけどね。お、これ懐かしい。 iPhone8 とか使ってた時の指の境界線を、これ超懐かしいんだけどこんなところでノスタルジーを感じるとはっていう、まあ何も最新技術ですけどね。はい、これで Apple ID じゃないわ、タッチ ID が、登録されましたと。お、いきなり来た。あれなんかようこそとかないんだっけ？あ、それは Windows か。なんかいきなり、デスクトップに来ましたが、おー、こんな感じですね。すごっ。でちなみに充電残量は 21% か。まあそこそこ充電はないですけど、まあこんな感じでございます。ということでですね、設定とかはまた別の動画でやりたいと思います。この動画ではとりあえずここまで。ということで今からこの MacBook Air のハードウェアの細かい部分についてちょっと見ていきたいと思いますね。まずデザイン、さっきも、言った通り、Apple の、新しいデザインが採用された MacBook で、さっきも言った通りね、かなりねこっちの方がデザイン的な好みで、薄さがね案外薄かったっていうので、これはちょっとびっくりしてますね。薄いっていうのがなんか今んとこ一番嬉しい気がします。で重量とかもですね、これ多分ねバックパックに入れといたらほぼ分かんないんじゃないかっていう、分かんないは言い過ぎかもしれないですけど、気にならないんじゃないかっていうくらいですね。 iPad とかとよりは重いとは思いますけど、体感 iPad と同じくらい、無印の iPad と同じくらいなんで、もう常にバックパックに入れといたとしても特に重いという感じはないんじゃないかなって思いますね。で端子に関してなんですが、画面がこう開く側ですね。画面が開く側から見て、右側はこれはイヤホンジャックしかないんだ、こっち側は。すごっ。今までのもそうだったかな、多分今までのもそうだったかもしれないけど、イヤホンジャックしかありませんね、右側は。で、ノート PC を開いた、時から向かって左側ですが、画面左からこれがマグセーフですね。マグセーフの充電ポートとサンダーボルト3だったかな、4だったかな、ちょっと忘れました。4だったかな。サンダーボルト、タイプ C ポートが2発ついております。で、表には Apple のロゴがありまして、裏側は特に、特徴的なものはないですね。4つ足がついていて、Designed by Apple in California で、多分このね、ここですね、ヒンジのあるここに排熱の排気口がついてるんですね。で多分ねこれファンがついてなかったと思うんですよ。プロになるとつくんだけど、M チップが入ってるエアって多分ファン入ってないんですよね。だから超静かっていうか無音ですよね。モーターが入ってないから。今までのやつはもう本当に排熱もすごくてうるさいしっていうんで、その音っていうのもねかなりちょっと気になってたポイントなので、もう静かという次元ではなく多分無音だと思うんですけどね。でこれで排熱とかがどのくらい効率がいいのかって、インテルのチップとかよりも M チップ発熱がそもそも少ないので、そこまでね排熱を必要としないんでファンいらないし、そうするとバッテリーの持ちも良くなると、熱を出さないわけなのでもちろんバッテリーの消費もですね少なくなって、なんか膝の上で使ってたりとかしても熱くなることはないんじゃないかなって思いますね。なんかよっぽど重い作業をしなければ熱くはなんないと思いますね。その熱とかの問題はあまり聞いたことはないですね。起動早っこれこのね画面が消えてる瞬間を見るのが難しいぐらい。これね今まで使ってた PC だとここまでね5秒くらいかかったんだけど、あれパスワードはこれはそれは設定の問題かな。それは後で設定しますけど、分かりやすいように適当に壁紙を変えますが、このノッチですよね。ノッチね、なんかまだ全然何もねこのホーム画面しか見てないですが、
気にはならないですね。なんかこれがめちゃくちゃ気になるって言ってる方もいらっしゃるんですけど、自分としてはあまり気にならない。むしろね、この縁のところまで画面が拡張してくれたから、なんかこう画面も広くなるし、見た目的にも良くなっていいなっていう感じで、これはあんま気にならないですね。で、今後ちょっとね、レビューすべきポイントっていうのがね、このあれですね、このノッチの縦の部分、この高さに画面が伸びてるんですよね。だからメニューバーですね、この、ファイルとか編集とか書いてある、このバーがこのノッチのところに収まってるんですよ。言い方によればこのメニューバーの分画面が広くなってるんですよね。前の13インチのモデルより。だからこれね、そんなね、たった60ピクセルでしょって思ってるんですが、これがちょっとね、使ってみてどういう使用感なのか、これがもう本当に劇的な感動を及ぼすのかどうなのか、ちょっとそこもね、見ていきたいポイントだなとは思いますね。やっぱ画面が変わるとかなり印象変わりますね、やっぱりね。あとキーボードのね、打ち心地もね、すごいです。これならね、なんかこう長文とか打ってても疲れないんじゃないかなって思いますね。だからキーボードもすごくいいと思います。でちょっと最後にですね、スピーカーだけちょっと確認したいんですよね。音質がね、なんだっけね、スピーカーがね、そう、自分持ってたやつはここにスピーカーついてたんですね。穴が開いてて。でも今回のこれなくなって、このヒンジのところの、このキーボードと画面の隙間ですね。ここの隙間にスピーカーが内蔵されてるらしくて、ちょっとそれがどんな聞こえ方なのかっていうのをちょっとお見せしたいと思います。ちょっと雑な録音環境で申し訳なかったんですが、確かに、スピーカーの位置が変わったことによって、なんでしょうね、このラップトップの中心も本当にね、こっから音が聞こえてるっていうね、感じがして、だからね、画面から音が鳴ってるような感じの、もあるので、そういう意味では臨場感とかはあるのかなと思いますね。前のはね、明らかにこうサイドから音が鳴ってるなっていう感じはしたんですけれども、この中心からバンと音が来てるような感じがしたので、でもこれは好みが分かれるかなっていう感じはしますね。自分はあんまり内蔵スピーカーは使わないのであまりね気にはしないですけれども、そんな感じですね。音量的にもね申し分なくて全然使えるんじゃないかなというふうに思いますね。ノート PC ってですね、なんかこう外れを引くとめちゃくちゃ音が悪いスピーカー入ってたりするんだけど、MacBook はそんなことなくてね、めちゃくちゃ音は良かったと思います。はい、ということで今回はこの M2 の MacBook Air を、開封して、本当軽いな。軽いわ。こちらを開封して簡単にレビューを、いたしました。ちゃんとした、使用感レビューっていうのは、数週間使ってみてから改めてちょっと動画にしようかなっていうふうに思います。で、あと設定とかもちょっと別の動画で作りたいのと、あとこの、自分の前まで使ってた2017年の13インチ MacBook Pro との比較動画も、いずれアップしようと思うので、そちらの方も合わせてご覧いただけると嬉しいです。このチャンネルではこういう風にね、いろんなガジェットを中心に、いろんなものの開封であったりとか、レビュー、あと長期的なレビューであったりとかをしているチャンネルです。他の動画とかもね、よろしければ見ていただいて、よければチャンネル登録とかしていただけると嬉しいです。あと他3本の YouTube チャンネルと、各種 SNS もやっております。概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひチェックしていただいて、チャンネル登録なりフォローなりしていただけると嬉しいです。ということでまた次の動画でお会いしましょう。